こんにちは、まるみです。今日もソロキャンプに行きます。最近訳あって時々一人暮らしをしたり、友達が仕事や家庭で忙しくて遊べなかったりと休日が暇すぎます。なので前よりも一人遊び率がマシマシです。陰キャドが前よりもレベルアップしてます。休日にやることもないので、のんびりと心を休めたいからソロキャンプに向かってます。真夏も過ぎてほんのり涼しくなってきたので、キャンプ日和になりました。夏最後に川を楽しみたいし、モンベル会員だと500円オフらしいので、三重県菰野町の八風キャンプ場に向かってます。到着。まずは受付でチェックイン。受付を済ましたら、いざキャンプサイトへ。モンベル会員だから500円オフになりました。よかった。今日はこの角っこのサイトで過ごします。先にお昼ご飯の準備をしてから設営します。ご飯ね、とりあえず給水だけさせときたい。これご飯 0.5 合か1合かわかんない。どっちだろう。多分これと同じぐらいの量入れればいいから、ちょっと待って、ここめっちゃ斜めじゃん。困った。まあいっか。なんかよりわかんないことになっちゃった。1号だったと信じて、こんなもんかな。で、給水させときます。今日は吸盤フックを買ってきたので、これで車につないでみます。早速ここの頭にはめ込む部品をなくしました。どこ行ったんだろう。まあいいか。多分なくても大丈夫だよね。
設営完了しました。今日はカーサイドタープ泊でアウトドアマンのタープ。なんでこのタープにしたかっていうと、裏地がねシルバーなので暑い夏にいいかなと思ったら、今回ね木陰のサイトなので特に問題なかったです。ポール新調しました。 U ジャックのポールです。カーボンポールなのでねかなり軽くて徒歩キャンプとか持ってけそう。テーブルは久々のムーンレンスのテーブル。これやっぱ意外といいな、サイズ感も使いやすそう。チェアはアウトドアマンのチェア。何でも入れてるトランクカーゴです。本当はタープがこんな感じでね長い部分を折りたたんで上に置いちゃってて、本来はこっからこう斜めに下ろす予定だったんだけど、まさかのねロープが2本しかなくて、ロープで引っ張れないし、プランとすると風通しがなくてね中がものすごい暑かったので、今日天気予報的にね雨降らないから上にタープをまとめて置いときました。ロープ忘れて、たまたまね何でもボックスに2本だけ入ってて、前使ったスームルームのパップテンポのロープがね撤収の時適当にぶっ込んだやつが残ってて、ほんと助かりました。なかったら今日タープなしになるとこでした。ちなみにこの張り方だとタープがちょっと大きいからかね、雨降ったらあそこの車との境目のところに水がものすごい溜まるので、もうちょっと小ぶりなタープをね今度買おうかなと思います。じゃあお昼にします。まずはあんまり吸水されてないお米を炊きます。このまま火がなくなるのを待ちます。今日のお昼はチリコンカンをご飯で食べてタコライス風に楽しみます。まずはニンニクを、大丈夫かなこのニンニク、ちょっとシワシワすぎるからやめとこ。こいつだけにしよう。めんどくさがってハサミで切ったけど、みじん切りはやっぱナイフじゃないとできない。よし、私なりのみじん切りができました。大きめの方がねニンニクの美味しさが伝わるかな。次は玉ねぎ。みじん切りを目指して切ったけど、存在感ある方が食べ応えがあるし、私カレーとかね何でも具は大きめ派なんでこれでよしとします。炒めるとね縮むし。おー、いい感じいい感じ。ニンニクに香りがついたら、ちょっと待って、ニンニク焦げちゃう焦げちゃう。ニンニク結構焦げちゃったまあいっか。コンソメ、塩コショウ、トマト、実はあとはケチャップ入れるんだけど、ケチャップ忘れちゃったから、もう今日はただトマトジュースで煮ます。味だいぶ変わりそう。豆、
赤ちゃんがやってきた。あとはこれ煮込んで待ちます。とりあえずそれっぽいのができました。見た目はね美味しそう。ちょっと味見します。薄っ味。いやビビるぐらい味がない。やっぱケチャップないだけで味こんな変わっちゃうんだ。ショック。挟むやつ忘れちゃった。やばい、卵が半分凍ってる。よし。なんか不思議な目玉焼きを生み出しちゃった。まあいっか。やっぱり私まあいっかばっかり言ってるね。気をつけよう。忘れ物してもなきゃないでなんとかなりますね。そう思うから忘れ物がねいつまでたっても治らないんだよね。炊けたかな。お、炊けてる炊けてる。やっぱ1合だったな。食べれるかな。いただきます。めちゃ美味しそう。見た目は味はどうだろう。いただきます。美味しい美味しい。ちゃんとトマトジュース煮詰めたらねしっかり味ついた。ご飯との比率がねちょっとおかしいけど十分美味しい。半分以上食べ終えてから気づいたのが、本当はカットしたトマトをねこの中に入れてタコライスっぽくする予定だったのに忘れてた。完全になんか今日いろいろ忘れてるな。ごちそうさまでした。食べきっちゃった美味しかったです。この後おやつがね控えてるんだけど、ちょっと食べ過ぎたので遊びに行ってからおやつにします。ここのキャンプ場に来ると夏は絶対ここでね水遊びをちょっと楽しみます。
よし、おやつを作ります。パイシート。もう作り方は簡単で、パイシートにバナナさ、冷蔵庫入れたら温度間違えて軽く固まっちゃってるんだよね。半分固まってる。やば。今めっちゃ固まってるのに、この後火にかけられて、このバナナ忙しいね。かわいそう。バナナは適当な大きさに切ります。半冷凍バナナめちゃうまい。そしてチョコ、適当に置きます。よし、OK。で、蓋をします。また端っこは切る。本当はフォークとかで形をね、キュッキュッてやるといいと思うけど、めんどくさいので手でやります。キャンプは時にワイルドさが必要。これがワイルドかは知らんけど。OK。バター塗り付けときます。よし、じゃあ蓋をして。まだまだ全然じゃん。まあ許容範囲 OK。 張り付いちゃった。何これ。なんか久しぶりにいろいろ失敗だな。まあいいか。ちょっとさ、輻射熱が怖いからここらでやめよう。あとはちょっとほっといて余熱で温めます。お菓子にはコーヒー。ああ、こぼれた。ちょっと。よし、じゃあおやつを食べます。まあ、ちょっと焦げたけど OK。 あれ、やばい。あ、ちょっと待って、張り付いちゃってる。なんで。ちょっと待って。めっちゃ焦げついた。なかなか難しいな、パイ。どう切ろう。こういくか。いや、こういくか。じゃーん。なんだろう。焦げの方が気になって、あんま美味しそう感ないけど、きっと美味しいはず。もう先に食べやすいように切っとこう。
バナナはみ出ちゃった。ビジュアルがどんどん悪くなってくでもね、大事なのは味だから。結構量あるな。夕飯食べれるかな。いただきます。やっぱアイスコーヒーは生き返るね。もう9月入ったのにまだまだ暑いから全然夏気分。チョコとバナナたっぷり。いただきます。おいしいおいしい。めっちゃホットバナナ。ちゃんとね、中まで温まってて十分美味しい。でもね、若干焦げの味がする。ごちそうさまでした。後半へ続く。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。